香港カンフー武術学院の総教練真鍋岳山でございます。前回までは少年党の解説シリーズその4ということでございまして、前回ちょっと訂正がございます。広東語の訂正なんですが、フォン・ツォンセと申しておりましたが、正しくはファン・ツォンセでございました。それでこの技ですが、ファン・ツォンセ以外の言い方で、こちらがハーロー・サプジー・サオ、セオンロー・サプジー・サオ、字幕の通りこう出ておりますが、そういうふうに言います。こちらの方は訂正させていただきます。申し訳ありませんでした。前回からの続きはですね、まずこう下の部分、これ左が先で右が左が下、右が上、こんな感じの十字で、今度はこう上に上げます。これについて説明させていただきたいと思います。まず下でこう十字を切りますね。ほんでこれをそのまま上に上げていきます。この動作なんですけども、こうなんか違うようにする人はあるんですけどね、こんな感じする人はあるんです。これは間違いですね。言葉でどう言ったらいいのか分かりませんので、これ見た通りやってください。じゃなくてこの下で十字を切ったらそのまま上げていって、これ十字を入れます。これが下十字上十字とそういうふうには言いません。この下上サウクンまでの一つの動作が、ファン・ツォン・セというわけでございます。ワン、ツー、スリー、これ一連の動作でございます。これの意味合いはと言いますと、この交点が正中線でありますね。中線というで、ずっと上げていってもこれが中線でございます。交点は中線になるわけですね。でここの角、これがセイムンと言いまして、ここからここまで、これが英春拳の防御の範囲ということになります。それをセイムンと言います。これはどちらの英春拳でも言うと思います。ですからこう肘そのものがそんなに動く、このぐらいしか動く、ちょっと動くかな。これ以上動いちゃダメです。これは正門がこう長細すぎるんですね。こんだけでございます。ですからこの交点が下から上にずっと上がっていきまして、この四つ角が防御範囲で、主に攻防の中心は正中線を使いますよと、そういう拳法ですよという開門式になるわけです。それがファン・ツォン・セというわけですね。まあいろんな英春拳あるんですけども、こっちが下十字架や、こっちが上十字架というような技の説明するとこもあるようですが、私英春拳20年やってますけども、チーサオとか
実際に戦う中で下十字受けとか上十字受けという技があるならそれ出てこなきゃダメですよね。少年刀にある技が臨機応変に出される、これは当たり前だと思うんですが、私20年やってますけど下十字受けも上十字受けも見たことありません。だから英春拳に下十字受けも上十字受けもいらないということになります。いらないものは省くのが英春拳のコンセプトなら、最も単純な技法を尊ぶというのならこれは省略されなければなりません。そういうものじゃなくてこのファントンセそのものが英春拳ですよっていう動きなんですね。今から英春拳の討論を表現しますという決意の表れがこれである。正中線を最も大事にする憲法ですよ。それが英春拳ですよっていう意味合いで、別にこれ戦いとかそんな技法とか関係ありません。ですからそういうふうにしなきゃいけないというものはありません。普通の技術でしたら必ずや相手の力の方向と自分が出すべき力というものが存在します。これにはそういうものじゃありませんので存在しません。相手の力はどうでもいいんです。自分の力すらどうでもいい。この正門を形作ればそれでいい。で全額面でずっときれいに動くこと、こう近づいたり遠ざかったり近づいたりする、そういうことはない。これをこの面を全額面と言いますが、解剖学的にはこの全額面をそのまま同じ距離でスーッと下から上に上がっていく。シャッターガラガラの反対でガラガラ上がるんですね。でスタートです。シャッターがガラガラっと上がったらはいスタートですよっていう形になるんですね。ここから英春拳の少年刀という討論が始まりますよ。ここまではオープニングプレリュードです。それまではホイキムヨンマーしてファンツォンセしてサウク準備の状態にする、この形ですね。この形を作ってさあ今から、少年刀というものの中身が始まるということですね。これが準備の段階です。イージーキムヨンマをしてサウ軍の状態、ここからシンボル的な動作をして元に戻る。これこそこのフォンツォンセが英春拳のシンボル的な意味合い。中心を守る、正門を守る、中心で攻撃防御する、正門の攻撃防御範囲はこちらですよ、そういう感じになるわけですね。そういう感じを無駄なく一切の無駄を省いて動いているという動画がこれは正しいわけです。なんかごちゃごちゃわけのわからんような、なんか探査をのようなね、ファントンセをしてるっていうやつがあります。間違いです。このダブル探査はこんなの使いません。脇が開いてるでしょ。
る程度脇は開いてる。こんな技は詠春拳にはありません。ないものはあると言ってしまうと話がどんどんややこしくなるんですね。ないものはないと。これシンボリック的な動作ですから。技法としての意味合いなんてものはないんです。ただこれからやる動作そのものにの中核的な意味合いはこれですよと。中心を守って、そして中心を攻撃します。だから交点が中線をたどるわけ。それ以外の意味合いは何にもありません。あると言ってる方もいらっしゃいます。私からするとああそうですかというだけになりますね。それはそれでいいわと。あると言うんならあるんでいいでしょと。でも本当はないんですよっていうのがこちらの意見です。あるというものはあるでも結構です。でもそれで本当に使えるなら使ってください。おそらく使えないと思います。これから次回は本当に今度の技というものを一つ一つについて検証してまいります。はい、本日はありがとうございました。